何歳かわいいシーズン2イエーイ。マックス、今回はどこに行くんだっけ？今日もなかなか独特な食材をちょっと見に行きたいなと思ってて。独特な食材とは、はい、マコモダケ。なんかね、私も物産館では見たことあるんよ。なんかどんなマコモダケ、シイタケ、なんか何？竹がついてるのにキノコではない。でっかい米みたいなやつ。でっかい米？でっかい米とは米みたいなのが入ってるけど巨大な米のしいたけじゃない竹。はい、全然わからんね。じゃあ早速 VTR スタート。ケチやってきたけど、こっちがマックス普通のお米のサイズよね。ですよね。まあこのぐらいのね。してここはちょっと見えてたんだけど、そうこれだよね。また別の。いやこれやばくない？だから巨大米って言うとでしょ。巨大米わかる。この普通のお米のサイズはこれ何倍？10倍ぐらい？いやもっとあるんじゃない？だって太さもすごいよねこれね。やばいし。でもどう見てもだって田んぼで確かにどう見ても巨大米と言われても確かにとはなるね。ねえ、なかなか見ないんじゃない？これすごいぞ。あそこに多分このマコモダケを栽培されてる北北さんがさんかな。早速行ってみようか。行きましょう。よいしょ。北さん走りましょう。よしよし。このマコモダケを栽培されている北里さんコンビです。はい。はいダブル北里さん。今日はよろしくお願いしおます。願いします。マコモダケって南小国ではすごい栽培されてるんですか？今2軒か3軒、2軒か3軒。そのくらいですね。あ、そうなんですか。結構珍しいですね。珍しい。これがもう完成形なんですか、マコモダケの。そこに実がついてるでしょ。実？実。下の方に実？もしかしてニョキって出てるやつですか？ああ、なんかちょっと緑。ああいう風になってるんだけど。これ実際その収穫の現場とか見てみたいんですけど、いいですか？これあ、いいんですか？あ、すごいなんかもう玉渡されて、いやありがとうございます。私が身長150なんですけど、隠れられるんじゃないか？さやちゃんよりだいぶでかい。そう。僕マックスよりも大きい。180あるのに僕よりも大きい。ねえ、迷路じゃん。隠れられるじゃん。ここでかくれんぼできるぐらい。ね。このぐらいです。すごいこれは。じゃ北澤さんちょっと収穫の方法ぜひ教えていただけたら。あ、これ、この根元が食べられるんですか？ああ、ここの部分。あ、上じゃなくってこの茎の部分なんですね。根元からこういう風に取って、すごい。だいたい30センチぐらいのところで僕たちは切って。これ売ってるの見たことあるぞ。普通ね、物産館とかで売ってる。これをまた揃えるんだけどね。はい。だからそういうのをすごい。取ってみれば。すごい。じゃあこれはもちょっうガシャっていっていいんですか？この辺ぐらいからガスッと。こ結構大きいですね。おお、気持ちいい。見たい。中を見たいです。ね、これは根っこなんですか？何なんですか？茎。はいはいはい。こっちが食べられる方ですね。このじゃここを食べるんですね。これあ、ここまでだそうです。こんな感じです。ここが食べられる方です。これ最初に食べた人すごくない？ね、これってこの一つの塊からどれぐらいこういう食べられるところが出てくこれるんですか？お米と一緒でね、はい、3つぐらいを植えてそれが分結してこの大きさになる。だいたい30株。30株。この一つで30株も取れるんですか？取れれば30本取れるけど、そうな10本も取れればいいだろうし。というか今更なんですけど、マコモダケって何なんですか？そもそもね、マコモダケとはだってすごい見た感じはでかい米みたいなのに、河川にあるでしょ。蚊帳と一緒。流れはね、これもともとが台湾とか中国の原産はあっち。そうなんだ。ただそれに黒ボキンっていうのがついてこういう実になるかならないかの。水があればできるから。じゃあ栽培自体はもうそんなに大変ではない。ただなるほどなるほど。除草剤とかそういうのが使えないから全部手で。そっか。だって茎食べますもんね。だからやっぱそっか、除草剤は負けないし。この田んぼだけで600本ぐらい。600本。1日が。1日で。1日。す
それが何日か全盛期は続く。食レポします。じゃあほんのり甘い。おーでも甘い意外と。うんアマックス。うまくめちゃめちゃうまい。あーでも何に似てるんだろう。でもなんかちょっとなんていうかその食感は若干キノコっぽい。キノコ？なんか繊維が入っててなんかキノコのなんかこうクッキーみたいななんか。ほんほん。アスパラとか。あー、アスパラとかね。すみません間違えました。アスパラでした。はキノコではなかった。はい。タケノコの中が空洞がないと。でも甘い。タケノコのタケの方のマコモタケらしいです。詳しくなった。はい、それでは美味しくマコモタケいただいてみようと思います。ありがとうございます。これもピーラーですか？おお。今見ましたか皆さん。このピーラーが売れちゃうんじゃないか。すっごい全く力入れないですね。いや結構柔らかいですね意外と。真っ白です。そしてすごいすごい。普段こう料理を全くしない私でもここまでできるっていう。だから誰でもできる。それは多分もうピーラーのおかげです。ちゃんと実があるよ。すごい。ね、これなんかこれだったら結構わかりやすいね。この大きさがこのサイズになります。ね。すごい。すごい。これはすごいね。少し薄め。薄め。はい。休止。こんぐらいですか？こんぐらい。頑張れ。よし。この切ってる音すごくない？ね、すごいよね。なんかあんまり聞いたことない。これ何？包丁の問題？引くんですね。私の切り方と問題じゃないで。なんか違うね。なんか違うね。だっただって言いましたね。本当なんかアスパラっぽい感じですね。ね、確かにね、見た目もちょっとそんな感じ。材料は2つだけですね。ベーコンとマコモだけ。これ私でもできたらもうみんなできます。マコモ入れます。わあ、入った。はい、きます。いい音が。いい音。いい音。すごいすごい。やっといい感じに焼き色ついてまいりましたので、揚げたいと思います。美味しそ乗せちゃいます。なんかいい感じの焦げ目もついてきた。すごい。できました。やった。よかった、炒めただけだけど。ようやった感じだ。感動した。マコモのベーコン炒めです。できました。美味しそう。だからドキドキしますね。焼いただけなんですけど。ね。どうぞ。めちゃめちゃ美味しい。美味しい。よかった。いや、よかったです。いや、やっぱり一緒に油とかベーコンの味もすごい吸い込んでて、それとこうなんかうまくこう調和してめちゃめちゃ美味しい。なるほど。そして私は今日初マコモなんで、今からそう。じゃあ私はマコモ単体でいただきます。うん。うまい。うるさい。すっごいシャクシャクしてますね。うん。なんかちょっと繊維質な感じなんだけど、それこそ本当いい感じに油が染みてて、全然パサパサしてないし、本当に美味しいです。やっぱこういうその炒めたりとかする食べ方が一番おすすめですか？いや、味噌汁に入れたよね。味噌汁。あ、煮るのも OK なんですね。俺なんかバーベキューで焼いてみたいなと思ったんですけど。美味しそう。これからまたみんなでいっぱい食べましょう。ね、いや本当に。もうありがとうございます。お願いします。はい、では皆さんぜひ南山赤梅2ご覧ください。よろしくお願いします。よろしく。よろしく。